じゃあ始めますか。はい、よろしくお願いします。杵築市の山田町っていうところから来た二宮と申します。今日は森さんのお話を聞かせていただこうと思います。いいですね。はい。で、打ち合わせがなかったんですけど、もう今日はさっきちらっとお話聞いたら、もうここだけじゃなくて、はい、もう木原を、はい、村を作っていくというふうに聞いたんで、もうそれだけでいいなと。いや、終わりですかこれで。もうすごいなと思って。ありがとうございます。で、向こうに岡山ってレインボー。はいはいはい、岡山さん、はい。よく存じ上げてます。いつ頃来たのかな。もう5年くらい前かね。まだ前か。ここができる前からね、はい、いろいろ、はい。で、今ちらっと聞いたら、はい。ここは手を出さん方がいいって思ったっていう、はい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 。かなりもうボロボロだったかな。そうですね。で、手を出さん方がいいと思ったらしいけど素晴らしいよね。で、今日もこの素晴らしいんで、もう言うことないなと思ったところなんですけど、ボロボロっていうのは、これはやばいなっていう気持ちはもうなかったんですか？大変だなっていう気持ちはありましたけど、やばいっていうのはなかったですね。例えばその、壁スペースに入ったことがある方で言ったら、ちょうど真ん中の部屋、ここも畳の部屋だったんですけど、真ん中の部屋も畳の部屋で、窓がなくて襖で仕切られてるところで、光が全然入らないところでそのまま空き家になってたんで、やっぱりずっと湿気が溜まってて、畳の下シロアリでやられてて、もう吐いたらシロアリがぐちゃぐちゃいて、すごく大変な状態だったんですけど、でもそういうのってね、やり替えたらなんとかなるじゃないですか。日本建築木造はね、そうなの。差し替えたりとかはい、そうですね。いや、そこでこれはもうどうにもならんなってもう普通はそう思って、だけど日本建築だし、やれるとそうですね思うのが森さんかなって思うんですけどね。なるほど。そこがで、この木原地区も、もう普通の人が見たら、もう消滅の村だなっていう、もうどうにもならんなっていうふうに大体の人が、99% ぐらいの人が思うと思うんですけど、森君にとってはもう希望ですね。希望でしかない、希望しかないっていう、もうそれ聞いたらもう終わりっていう感じで、村を作っていくという、ここが手始めですね。それをお聞きしたいと思うんですけど、ちょっとその前に、森君はなんで美術を始めたかとか、なんでこういうことになったのかっていう、ちょっとルーツ的なところだけ確認したいと思うんですけど、アーティストでも根っから子供の時から絵が好きだったりなんかして、もうそっちに行くしかないっていう人もいるけど、なんか森君はどっか別の方から来てる感じがしたんですが、子供の時は将来なりたかった仕事とかは何ですか？漫画家になりたかったとか。僕幼稚園のなんていうんですかね、園の卒園文集みたいなやつに書いてあったやつを見返したら、お店屋さんって書いてありました。何かしらお店をやりたかったんですよね。じゃあそういう意味では夢は叶えたんですね。じゃあ小学校中学校ぐらいの時は今度何に将来は？小学校の卒業文集はね、ノーベル化学賞を取りたいっていう。でも昔から絵を描いたりするのが好きだったんですよ。チラシの裏とかそういうのにもう身の回りのものをひたすら描いてましたけど、ですね。ノーベル化学賞。それはなんでそんなこと思ったんですかね？科学に興味があったんですか？科学、そうですね。理科の成績は比較的良かったですよね。なんか偏差値70ぐらいあったんで、その当時。理科が一番好きだったんですか？やっぱり実験とかそういうところから何かね、見えてくるものというか、そういうのは好きでしたよね。
理科でも実験が好きだったの？実験が好きでしたね。じゃあそういうじゃあ今の作品実験このそうです。村作りもそうですし、全てが実験。なんかこれも実験ですよね。チタンを使ったらどうなるのかなとか、これこう表面こう磨いたりするんですかね？もちろん先にシルバーの状態、普通の例えばステンレスとか鉄とかも素地の状態はシルバーですけど、それを先に表面に磨き上げて、でそれから熱で発色させたりとか電気で発色させたりとかしたらどうなるんだろうっていう。それもあります。なんか鉄は前から扱ってるけど、チタンを扱ったのはどのぐらい前ですかね？作品として発表しだしたのは5年前ぐらいからですね。でなんかその工業系のチタンのところにかなりなんか勉強に行ったとか。そうですね、たまたま僕が東京で個展をさせていただいた時に見に来てくださった日本製鉄という材料屋さんですよね、材料屋さんっていうか材料を作る会社ですよね、そこのチタン部門の人。日本製鉄、昔新日鉄、そうです、新日鉄、今日本スティール、アメリカの US スティールをもう買収するかっていう。その会社のチタン部門の方も来てくださったんです。でその時にいろいろチタンの魅力をすごい伝えてくださって、僕は金属の作品を発表してたので、それでいろいろ話を聞いてるとチタンっていう素材が日本が生産量が世界3位らしいんですよ。で1位がアメリカ、2位がロシアなんですよね。でアメリカとロシアって軍事利用が主でそのためにたくさん生産されてるんですよ、戦闘機とかそういったものを、でも日本って今のところ戦争をしない国って言われてるので、だとするんだったら日本ってもっと平和的な使用ができるんじゃないか、森さんのアートでチタン使いませんかみたいなそういう話をされたところから、じゃあ僕が今住んでるところからされたの？そういう話、軍事目的じゃなくてもっと日本のチタンってもっと平和で、柔らかくて温かい素材なんだよっていうことを一緒に世界に発信していきましょうよっていう熱い思いを語ってくださってですね。それで僕が今住んでるその当時も武田に住んでたんですけど、武田から一番近場のいろいろなそのチタンを卸してる会社、チタンを取り扱ってる会社を紹介していただいて、そこに僕は行って研修、なんかこういう風に加工したらこういう風になりますよとか、性質とか加工の仕方とかっていうのを学ばせてもらって、でそれからじゃあ作品にするためにはどうしたらいいかなとか、なんかそういうのもまたいろいろ試行錯誤していきながら、こういう形になってきました。チタンの特色とかをそこで加工の仕方とかある程度勉強をわざわざして、でそこからまた新たに、森さんが発見したことっていうのは数々ありますか？自分が扱ってきてその実験っていうことなんですけど。例えば皆さんの後ろにあるそういう使い方っていうのは一般的には行われてないんですよね。要はもう素材自体に彫刻作業を加えるというか、削っていって形を作っていくっていう、一般的には板の材料を例えば湾曲させて水筒にしましたとかストローにしましたとかいろいろ加工されたりしてるやつはありますけど、基本的にはそれにさらに彫刻を加えるっていう作業はほぼしないんですよね。なんでかっていうと、とても硬くて丈夫な素材なので、その作業をするのがものすごく大変なんですよ。大変なんですか？大変ですね。あれはかなり大変なんですか？かなり大変です。それはもう森君じゃないとできないぞっていう感じなんですか？いや、それは道具を使えば、誰でもやろうともできますけど、同じような形にできるかはちょっとね、それぞれやってみないと分かんないですけど、いや、ただ大変です。知らなかった意外なのが、なんかチタンっていうと、勝手に重くて硬くて、
っていうふうに思ってたんですけど、はい、その日本製鉄の人がなんか思いを込めて柔らかいでしたっけ？柔らかい、まあ柔らかいっていうのは多分硬いイメージが強いけど、実際金属ってね、チタンも含めて熱を加えれば曲がるし、はい、溶かすこともできるわけなんですよね。まあ、ただ溶かす温度も1600度以上ないと溶けないんで、チタンはちょっと大変ですけど。なるほど。だからここはちょっと難しいですよね。硬いですよね。硬いです。硬いです。ものすごく硬くて。ものすごく硬いですね。なんだけど、はい、1600度1600度とかまで上げるとあればもう溶ける。柔らかくなる。柔らかくっていうかもう溶けますね。っていうことなんですね。はいはい。で、重くなくて軽いらしいですね。軽いですね。アルミほどじゃないですけど、鉄の、まあ、約2分の1近くの軽さですよね。なるほど。で、アルミよりはちょっと重いけど。アルミよりはちょっと重いですね。ただアルミの3倍の丈夫さがあります。強度はすごい。強度はすごいです。鉄よりも？鉄よりもすごいです。で、だから戦闘機とか。戦闘機とかにも使われるし、あとスペースシャトルとか。あとあれですか、人工衛星とかは？人工衛星は聞いたことないですけど、使われてる可能性は高いんじゃないかなと思いますね。あとはまあ人体にあまり害を及ぼさない、腐食しづらい金属なので、体の中のボルトとか、ああいった素材、あとそのインプラントとか、そういったものにも使われる。で、屋外にずっと置いとくと、生き物と相性がいいので、じわじわ苔が生えます。はい。それは苔が生えるってことはどういう？中に浸透するわけじゃないんですけど、その上に付着していくんですよね。はい。それ鉄は苔は生えにくいんですか？鉄の場合はね、そもそも表面がどんどん変化しちゃうので、ちょっと苔が生えたとしてもまた錆びてポロッと落ちる。なるほど。はい。こっちは外に置いててもとても丈夫なので、例えば100年海水につけてても、はい、腐食しない。なるほど。素材。だから人体の中にも大丈夫ですね。で、鉄なんかで作ってたらもちろん錆びたりするし、で重いから、はい、なんか心臓のどうのとかいろいろして、もう重いなってなるけど、下にやったらね、それも大丈夫です。だからマスクのここのなんか折るところとかにもチタンが使われてたりします。なるほどですね。で、実験好きなんですね。実験好きとあんまり思ったことはないんですけど、言われてみればいろいろ試行錯誤をなんか繰り返してる感じがあります。まあでも作家はみんなそうじゃないですかね。だから理系能の人多いんじゃないかなと思うんですけど、もう多いですよ。実は。でそっちの方が面白いんですよ。こう絵が好きとか美術が好きだ、俺にはこれしかないと思うと、こうとらわれちゃってて、よそから来た人がその興味があるものを美術の場でどうするかっていう方が大体面白いですよね。で高校とかその先になるとなんかどうなるんですかね、興味はノーベル化学賞から先々。興味はまずね、中学校僕3年生の時まではまあ熊本出身なんですけど、電波高専っていう工業系の高専があるんですよね。僕はそこを受験しようと思ってたんですよ。そしたらある時その美術の先生が授業でパッケージデザインの話をなさって、好きなことが仕事になるんだっていうことに気づいたところから迷いが出て、じゃあ高校で考えようと思ってそれで進学校に行ったんですよ。で高校の間に工業系か美術系か決めようって思ったんですよね。じゃあまあ中3の時にそのパッケージデザインの授業を受けて、ちょっといいなと。でまあその時はこうファインアートよりデザインですねっていうのに興味があって、でだけど行くぞじゃなくて、また工業にもあったんですね。ありましたね。工業系に。高校の時は高校で決めようって思いました。理系じゃなくて、理系に行くか理系に行くか文系に行くかを。それでじゃあその美術でってなったのはどういうタイミングでどういうきっかけですか？高校サッカー部だったんですけど、
あんまりねそこを目指している人からするとすごくよろしくないような表現になるかもしれないですけど、センター試験の後に進路を考え出したって。でサッカーは一生懸命やったんですか？サッカーはサッカーは大したことなかったですけど僕自身は。ただまあ一応一生懸命サッカー3年間サッカーを将来ずっとやっていきたいとか、当時はもう J リーグはまだないかな。 J リーグは中学校から発足されたんですけど、まあ東京ヴェルディの時代。そうです、東京ベルジンの時代。でもまあ僕自身はねバスケット好きのサッカー選手だった。そうなんですそうなんですよ。聞かないと分からないバスケットが好きだった。バスケットが好きだったんですよ。中学校まではねバスケット部がその中学校になかったんでサッカー部に入ったんですよ。バスケットって言うとレイカーズとかですか？というかね僕らの代からスラムダンクというですね漫画がとても流行って。何年生の時ですか？小6からはいで中学校でバスケ部に入れなかったので高校に入ってバスケ部に入ろうか迷ったけどやっぱりねなんでバスケット部じゃなかったんですか？やっぱりその中学校の3年間で頑張ってた人たちに初心者がいきなり追いつくってなかなかハードル高いんで迷ってたんですよ。でも好きだったんでどうしようかなと思ってたら友達からサッカー部入らないって誘われて入ったらその友達は4日で辞めて僕だけ3年間続けたんですサッカー部。で中学の時何部ですか？中学の時サッカー部です。サッカー部ね。はい、そうなんですよ。僕がバスケやりたいなと思いながらバスケやってたらどうなってただろうなとか思いながらサッカー部だったんですけど、ただ美術の授業ではね初めて挫折したんですよ。どういうことですか？それまでは中学校まで成績良かったんですけどっていうか成績のね評価の仕方を言うとですね昔相対評価っていう評価だったんですよ。要はその100人いたら100人の中の何パーセントが5で何パーセントが4でっていう風な感じで完全にパーセンテージで分けられるっていうね。だからみんな5とかそういうのができなかった時代だったんですけど、今は絶対評価っていうとね到達習熟度評価どれだけみんなが頑張ってここまで到達できたかっていうそういう評価の仕方ができる時代になったんでいいんですけど、高校の時だから相対評価でうちの学校はね全て順位が出てたんですよ。何人中何番目だからこの評価ですよっていうね。で僕はね1年生の時の1学期しか5が取れなくて。それは高校ですね。高校美術の授業、とても自信があったんですけど、で課題もねすごく頑張ってたつもりだったんですけどね2学期以降一度も5が取れなくて。4は取れたんですか？4は取れたんですけどね。でも上に20人ぐらいいるわけですよ、僕の上に。それは今思えばなんで5じゃなかったんですか？先生の評価が悪かったのかなって見る目がなかったのかなっていう。でその時はまだ美術に行こうっていう気持ちはないんですね。いやどっちにしようかなって迷ってました。迷ってたけど評価されないのか俺の実力はって思いながらもやもやしてたんですよね。でとりあえずサッカーやってしてたら高校2年生で進路選択で文系に行くか理系に行くかっていうのがもう進学校すぐ分かれちゃうんですけど、なんとなく数3数 C っていう理系科目に必要な教科をなんかやりたくないなって思って文系に行ってなんか自然な流れで工業系に行けなくなっちゃった。なるほど、これはちょっと難しそうだ。不純な動機というか、なんかなるほど。ほんでセンター試験まで、センター試験から大分大学に行こうかなってことになったわけですか？そうですね。センター試験の時までは一応ねどこに行くかはなんとなく進路選択で決めないといけなかったんですけど、大分大学はね願書すら取り寄せてなかったんですよ。眼中に全く眼中にそうですね、なんかあんまり考えてなかったですね。ただ友達がたまたま大分大学の願書を取り寄せてて、それを見せてもらった時に総合表現コースっていうねコースが新しくできるっていう、
それ乗っかってて、なんかコースの内容的にも面白そうだったし、でなおかつ1期生っていうのは後にも先にもその年しかないので、初物に惹かれてしまってですね、で願書を出して。なるほど。じゃあイメージ的には、上田大学で教育学部の、先生になる美術だなじゃなくて総合芸術家を育てるができるっていうことで、その先生養成じゃないぞと、これはちょっと面白そうかなっていうことで、そうですそうです。なるほどですね。で結果的には良かったんですか、上田大学のその総合何でしたっけ、総合表現コース。表現コースは良かったと思います。良かったと思うんですけど、もうなくなっちゃいました。そうなの？コースがもうなくなっちゃいました。熊先生から聞いたことあるわ。もうだいぶ前にもうなくなりそうとか言って、結局もう芸術を国立大学でやるのはもう九州の場合は佛教大、仏教大とかあと佐賀大とか、佐賀大ぐらいしかもう人数的に残すのはもうずいぶん前ですよ。そうですね。でもあとは福祉の方に人が足りないから教育系はそっちに行きそうだっていう。そうですね。だから大分大学も10年以上前かな。そうですね。もうそのぐらいから多分そういう話は出てたと思います。だから今は小学校課程しかないんですよね。もう子供が少なくなるから、そうです。先生いらないっていうことらしいですね。まあそうですね。そういうことは。だけどまあじゃあ先生じゃなくて芸術方面をっていうことであっても良さそうだけどね。それはもう。と思いますし、結構僕の後輩とかも残ってる子たちは多いので、そういう意味では今もあってもよかったんじゃないかなと思いますけど。そうですね。今もあってもいいと思うかな、俺ね。思いますよ。思うな。思いですよ。あんまりアート好きじゃないんですけど。むさび出身ですよ。だけど、やっぱりその森夫妻の活動とか見ても、なんかな、アートがこれからの日本を変えるとか言いたかないけど、やっぱここを見るともうやっぱりそれかなっていう感じが、やっぱこうその意識の中でこう政治で世の中変えたいとか、それも重要ですけど、経済をとか、だから昔進学するとか言って芸術の方に行くとか言ったらもう食えんからやめとけと、何考えてるかっていう話だったけど、普通の真面目な人はその法学部行くとか、経済学部行くとか、あるいは工業に行くと、そんならいいよっていう、学校の先生も大人たち全般がね。でなんだけどこう今の日本というか日本だけじゃなくて世界中同じだと思うんですよ。昔は明治の時は欧米に追いつけ追い越せだったけど、今もうどこの国ももう横一線で、もう未来がこう見えないっていうか、どうするんだという状況の中で、そのアートを通して修行した人たちがやっぱり可能性を持ってるっていう感じが。森君なんかを見ててそう思いますけどね。ありがとうございます。二宮さん見てても思いますけどね。いや、着付けの取り組みとかね、別にその何か別に補助金を頼ってやってるとかじゃなくて、本当に自分たちのその仲間のつながりによって盛り上がってるじゃないですか。それってやっぱすごいことですよね。だし、まあこれからの未来はそれがないと絶対に発展していかないだろうなと思ってるので、なんかね、やっぱもうそれしかないなっていう感じがしますけどね。そうですね。で、大分大学に進学してからもう自分はもうアートで行くんだっていう覚悟みたいなのがあったんですけど、それともまだいろいろ全くなかったです。僕は大学に入った時も、まだね、だいぶちょっと前に言ったデザイン、就職とかだったらそういう方向かなって漠然と思ってたんですよね。したらその大学のね彫刻の沢木先生っていらっしゃったんですけど、沢木先生に大学1年の、後期が終わった後の春休みの時に沢木先生のその軍艦島
長崎の羽島に、自分の作品に外観の写真が必要だからちょっと撮影をしに行くと、アシスタントでついてこないかって言われて、それで一緒に2泊3日で行ったんですよ、そしたらもちろん食事も一緒じゃないですか、夜飲み屋で、お前将来どうするんだ、進路とかどうするんだみたいな話された時に、僕は漠然とね、卒業後は雑貨屋みたいなことをやれればいいなと思って、でその中に僕が作ったものも置かれてて、なんかそういうことができるといいなと思ってますって言ったら、お前の夢ちっちゃいなって言われてこの夢ちっちゃいのって思ったところからちょっといろいろ迷い出してですね、その時には決まらなかったです。雑貨屋じゃないけど今回ってるなんか当時言ってたことをいろいろちゃんとやれてるなって思うんですけどね。で沢木先生にちっちゃいって言われて、じゃあでっかいってそこはちょっとね怖くて聞けなかったです、ただその後にね進路選択がだから2年生の後半ぐらいから考えて3年生から研究室に入るような感じになるじゃないですか、卒業制作に向けて。その進路はどうするんだって聞かれた時に、だからデザインの方に行こうかなと思ってますって言ったら、彫刻には来ないのかってなんかデザインは良くないぞみたいな言われたわけです。なるほど。それでまたいろいろ迷い出したりとか意外と押しに弱いというかね、だってまだ高校まではそこまで将来何になりたいっていうところまで決まってない状態で大学に僕入って、まさか芸術家になろうとかそこの時まだ思ってすらなかったので、でそれじゃ食えないみたいな感覚はやっぱりなんとなくのイメージ周りの人だからいろいろやっぱ雑貨とかそういうその売るものをなんかっていうのは漠然とイメージとしてはありましたよね。なんか芸術家イコール食えないっていう風なイメージがなんとなくありましたけどね。いや大切だと思いますもう芸術家なんだっていう、それもすごいけど、それしかないっていうのもすごいけど、これができてるっていうのはやっぱりそのバランス感覚が働いてるから、でそうじゃなきゃ村作ろうとかないじゃないですか。そうですね。ただもう自分のなんか人がどう見ようと自分の作品を生涯作るっていうことでしかないけど、そのバランス感覚が働いてこういう人が来ても心地よいというか、人と重なる部分がいろんな人と重なる部分がある。デザインをやろうっていうのもなんか物を作りながらなんか人の役に立つとか、人が喜びそうなとかいう意識でしょ。はありますね。その感覚がこれになってるんじゃないですかね。そんな気がします。自分ではそんな振り返ってはなかったですけど、確かに言われてみるとそういう感じかもしれないですね。大分市美術館の駐車場から行ったらね、すぐ入り口のとこの脇に森君の作品がありますよね。あります。なんか下は錆びてて上がギンギラギンのやつ。そうですね。そうです。なんかあれ見るとちょっと沢木先生の要素がちょっとある感じが。なるほど。確かに沢木先生はね、錆びた古びた風景みたいなそういう感じありますよね。軍艦島なるほどねっていう。僕はそれに今とこれから先の未来を映し出すちょっと未来が明るい感じをプラスで。あれにはそういうのは。そうです。そうなんや。そうなんですよ。沢木先生はこうなんか解雇趣味的なノスタルジックな感じがあるけど、過去を振り返ってるばっかりじゃなくて、もう未来を白紙だけど未来をそうですね。っていうのが込められてる。そうです。なるほど。質感的にはだから似てる部分はあるかもしれないですけど、しかも沢木先生は鋳造で、僕は溶接で作ってるんで。なるほどですね。森君僕が初めて知ったのは、あれ何年前かな、大分にフォーラスっていうところがあって懐かしいですね。今なんてオーパーオーパーですね。昔ジャスコが
ホーラスになったんですね。でなんか何のきっかけかな、たまたまホーラスの社員の人と、なんか知らんけど、じゃあ公募展つうか展覧会をしましょうっていう話になったんですよ。それでホーラスを舞台に展覧会をするっていうので、でその2回目かな、3回ぐらいしか続かなかったんですけど2回目に森君が応募がありまして、で賞金があったかな、賞金ちょっとありましたね。あったろ、なんか何万円かありました。で、森君が応募してきて一等賞だったんですよ。その審査員二宮さんです。でその時に出品作が木をもう炭にしてて、巨大な椅子2メートル50センチぐらいの高さだったと思うんですけど、木で作った椅子を燃やして炭になった作品なんですけどね。あれ何年生？あれは大学3年生ですかね。その時はまだもう芸術家になるぞっていう気持ちはなかったんでしょ？まだなかったです。だけどなんかじゃあそういうホーラスのなんか公募というかコンテストがあるっつうんで、じゃあ出してみようかなって感じだったんですか？そうです。でその出してみようかなであれを思いついたんですよ。いやいや、もともとあれはやってましたね。だからあれがボーンときてもう炭になった巨大なこうシンプルな形の椅子の形をしたものなんですけど、それがその金ピカの消費文明の象徴のような空間の中にそのドーンとあるわけですよ。で僕が一等賞を決めたというよりもみんなもう満場一致で一等賞だったんですよ。その存在感で、でそこからどうなんかなってこう一応チラチラ見てるっていう状況で、ありがとうございます。あれから何十年ですか25年ぐらいじゃないですかね。でこうなったっていう、であの時は鉄は使ってなくて、そうですね、うちの大学はね美大じゃなかったので、やっぱり彫刻の加工をするような設備が全然整ってなくて、溶接機とかもそれこそ沢木先生がもう個人で使ってる溶接機があるぐらいで、授業のカリキュラムでも学部の時には金属を扱う授業がなかったですから、大学院の時に初めて少しあったぐらいで、だから金属で何かっていうイメージは大学院まではなかったんですよね。でやっぱ沢木先生なんかこうもう弟子になってもらいたかったんですかね。っていうか森君に芸術家になってほしかったんですかね。僕にっていうのは特になかったと思いますけど、やっぱりティーチングアシスタント、大学院とかまで行ってもらって、要はその学部生とかを教える時のサポート役が途切れるっていうことにはなってほしくないって思ってたかもしれないですけどね。そこ途切れるとやっぱり継承していくのが大変じゃないですか、いろいろ教えたりするのが。で先生としては、単なるどっかちょっと美術を勉強して先生になってほしいじゃなくて、先生になってほしいとか大分大学からやっぱり芸術家を出したいっていうような気持ちが、それはかなりあったと思いますね。それでできたコースだったんですよ。芸術家を育てるコースっていう、だからそう熱い思いがあって、先生方が作られたコースだったんですよね。ただその熱い思いがジャンルが幅広すぎて、簡単に言うとダンスとかもあったんですからね。美術、音楽、身体表現の先生たちが、それこそ美術だけでもね、彫刻と絵画だけでもその意見の食い違いが起こるような世界で、全然違うジャンルの先生たちが意見がまとまるわけないじゃないですか。やっぱりいろいろ喧嘩が大変だったですよね。なるほど。で素晴らしいですね。その結果崩壊してだけどそれがいいですよね。こういっぱいあって先生たちもまとまらない、喧嘩もするという予定調和でなんとなくこんな感じでってやっぱね、そんなんじゃなかったんで、僕らもいろいろ刺激をもらいましたよね。
だからこう、なんか白い服着てこうダンスする人とか、結構あったんですよね。そうですね、僕もだからグランシアターとかでも踊ったことありますし、あるんだ。ありますよ。グランシアターとか、あと昔の芸術会館ですよね。舞台に上半身裸でやったことありますよ。なるほど。それがやっぱりこれに生かされてるのか。生かされてるかね。まあこれから次第。ただ発想の幅というか、あまり堅苦しくない柔軟な発想っていうのはそういうところから身についたかもしれないですけど、型にはまらないというか。いやいいと思います。それはこうどうしてもこう日本のアーティストのわりかし多くが、こう道になってしまうんですよね。なんとか道みたいな。だからもう一旦鉄を選んだら俺は生涯鉄なんだと。鉄の道行くとか木の道行くとか、こうどうしてもでそれをまた良しとするようなところがあって、でその炭から鉄に行って、でこの間何年か前の大分市美術館の茶王展の時になんかパンパンパンと角材みたいなんで、いやあれ面白かった。ありがとうございます。だからそのもう道じゃなくてね、発想はどっから来るんですか？どっからと言われるとそれはその市美術館に展示した作品みたいなことかということ、それともそれらも含めていろいろな展示はなんか車みたいなのあったっけ？そうですね、あれは子供たちにワークショップでタイムカプセルカーっていうね、未来へ走るタイムカプセル式の車を作ってもらって、で僕はそれを走らせる道を作ったんですよ。なんかこうそれが空中にあるような感じ。そうですね。もう空間を縦横無尽に走らせてて、そこに子供たちの夢を乗せた車がたくさん。じゃあ車は子供たちに作ってもらって、そうです。森君はその道を、だけど地面じゃなくて縦横無尽に空間を行くような、空間の中をサーキットするようなね感じだったと思いますけど、あれはやっぱりこう夏休みか。いやあれは春でしたね。ちょうど熊本大分大震災の前日にスタートした展覧会ですね。子供たちが参加したり子供たちが見るからああいう感じにしたってことなんですか？というわけではなくて、もともとワークショップでいろいろなところに呼ばれることが多くなった時に、やっぱりね、大人になるといろんな苦労もするし、なんか精神的にも疲弊すること多いんですけど、小さい頃からそういうマインドにはなってほしくないなっていうのがすごくあるんで、なんかこう常に明るい未来を想像してほしいなっていう、ネガティブ発想じゃなくてポジティブ発想を育てるようななんか取り組みはやりたいなって思ってたので、ああいう本当願い事を将来の夢書いたやつをこう中に詰め込んでみたいな、ああいう作品とかを、自分の人生の話をした後に作ってもらって、なんか夢を熱く語ってっていうのをやってます。それの成果っていうかのでたまたま茶王展に呼ばれてたので、二面性というか普段僕が作ってる金属関係の作品とそうじゃない部分の取り組みと両方を語った。なるほど。いいと思います。ありがとうございます。っていうのが、いいと思うっていうのが、こう芸術家ってなったら、とにかく何が何でも自分の世界をもう邁進するっていうかね。だからその大分市美術館でやろうがどこでやろうが、どういう企画でやろうがもうこれが俺の作品だみたいな。で森君の場合もそれとは別で、こう今回の場合はこうだから、この人たちにこうっていうのができる。
だからこう子供たち向けにとか、だから子供たちにその鉄のを見せて、これだ、これが俺の芸術だとかじゃなくて、もっとだからなんか料理で言えばなんか自分の味はこれだじゃなくて、子供さんたちが来たら子供向けに、子供のランチ出せたり、お年寄りが来たら、お年寄りが喜びそうなのをちょっと作ったり、カップルが来たらなんか誕生日の人だからとかこれいいだろうとかできるんじゃないかなって感じがするんですけど。なるほど。そこまでは考えてないですけどね。ただ子供向けにっていうわけじゃないですけど、例えば僕3年間だけね美術の教員をやってた時代があるんですよ、その時に関わりがあった人も、今アーティストで来てらっしゃいますけど、その時に思ったのがね、すごいネガティブマインドの子たちが多いんですよ。どうせ俺できないしとか、どうせ私できないしみたいな、そういう感じの、この子たちの心の部分を変えるためにはやっぱりアートの力必要だろうと思うけれど、学校のね授業のカリキュラム的にどんどん芸術教科が削られてってて、これは学校以外で何かやるしかないって思ったんですよね。それでそういう子供向けじゃないけど、なんか小さい頃からもっと前向きになれるようななんか取り組みってできないかなと思って、そういうのも続けてるっていう感じですね。なるほど。だからその場面場面で変えようとしてるわけじゃなくて、っていう感じです。じゃあ若い時に、今の世の中はとか今の日本はとかこう抽象的に考えるんじゃなくて、先生になったら先生、その3年間の間、その学校とか、職員室も含め、あるいは生徒さんたちに直面して、そこから今の世の中を見るっていう感じですかね。そうですね。なんか本読んでこう今の問題、今の日本の問題の本読んで、これが問題だとかじゃなくて、自分の経験の中でぶつかったものに対してやっていくと。そうです。だからこの基盤に来て、もう何年もかけてこうやって作り上げて、そこでこう気づいた問題っていうか、直面したこととかあるんじゃないですか。気づいたこと、直面したこと、問題。例えばですね、僕は竹田市に縁もゆかりもなかったので、この場所をやり替えていくときに、じゃあなんか他の場所に住むとか、そういうののね、なんかこう紹介してもらうとか、そういう縁とかもなかったんですよね。そういうのは大変だったんですけど、ここをやり替えるときに他のところに住んで、ここをやり替えに来るじゃないですか。そしたら地域の人たち僕のこと知らないので、なんか変な人たちがなんかこう空き家をなんかやり始めたぞみたいな感じになってですね、でその中のその代表格みたいな人が、じゃあちょっと俺が市に聞いてみるよみたいな感じで、市役所に電話が行ってですね、なんか最近変な人たちが気張るに集まるんで、直接じゃなくて、僕直接じゃなくて、市役所の方に近くの人が、そう近くに聞いてくれるいいのにねやっぱりちょっと怖いんじゃないですかね。特にね、時期的にコロナとかだったし、僕熊本出身で、一人の時はだからその時は大分ナンバーですけど、仲間とかを呼んだりした時に熊本ナンバーの車とかがこう普段止まってない車とかたくさん止まってるわけですよ。ちょっとなんか変な人たちがオウムじゃねえかなんかこうそんな感じでなんか変な噂が立ったりとかいろいろしましたよね。ただその気持ちも今となって分からなくもなくて、でだからその後この地域に移住してきた時にはやっぱりちゃんと自治会にも入っていろいろ話とかをさせてもらったりとか、あと地域の草刈りとかそういうのももちろん参加してますし、今僕はもう地域の副班長みたいなことも今やってるんですけど、そうやってちゃんと僕も人なんだよっていうことを
はい、ちゃんと見てもらったら、すごいウェルカムで、もう本当週何回届くだろうっていうぐらい野菜とかが届いたりとか、まあ近所からこうねいろいろなんかお裾分けいただいたりとか、あとこういう展覧会やってる時には見に来てくださったりとか、あとライブとかそういうのに、はい、聞きに来てくださったりとか、そういうことはありますね。はい。なるほど。はい、あと時間はどのぐらいですかね。すみません、なんか聞きたいことがありますか。こんな感じで面白いですか。大丈夫ですか。いやもう最後この村づくり構想をね。村づくり構想、はい。村づくりっていうかね。いやっていうのはもうちらっと僕が聞いたのは、まあここは本当素晴らしいんですけど、まあまだ若いんで、ここはいつまでって俺聞いたんですよ。ここに住むのは。そしたらまあもう多分生涯っていうか死ぬまでみたいなそんな感じで答えてたんで、だってまだまだ今からですからっていう、これから村づくりしますんでっていう感じだったんで、もうここにまあ骨を埋めるというか、ここでその例の実験をね、これからも重ねていくしっていうことなんですかね。まあそうですね。そんなイメージありますよね。だからそれをもう今40代ですかね。今40代ですね。だから若い人たちが見た時に当然こう希望にもなりますよね。要するに一人だとか、もう一組の夫婦だとか、一家族だとか、なんかもうほんの1人2人3人4人がそこの村に来るだけで、もう全然こう変わっていくんだと。12年じゃ変わらんけど10年20年でこんなにも変わるんだっていうことをね、もう身をもって知るということで、そういう意味で希望にもなるし、で希望にもなるけど、ああやっぱ20年かかるのかみたいに思うかもしれないけれど、まあその希望を持ってもらうためにやってるわけじゃないかもしれないけど、間違いなくこれからも希望になりますよね。ありがとうございます。今のところね、僕が考えてるのはゆくゆくはそういう村みたいな感じになっていけばいいなっていうのはありますけど、といっても個人でできることなんてね限られてるので、できる範囲のことをやりながら、それに興味を持ってくださる仲間とかをどんどん増やしていくことで、できなかったことがさらにできるようになる。例えば今お隣にいらっしゃるアンネさんなんてね、ドイツのベルリンから今来てくださってますけど、そういう感じでいろんなご縁をね頼りにねさらに発展させていけば本当にねそうやって村みたいなのできるかもしれないし、竹田市の中で竹田ってもう端っこで大体大分県の人に言うと遠いよねって必ず言われるんですよ。でもね九州で見たら、中心みたいなところにあるんで、なんかね本当に竹田市っていう括りで見ずに、九州の中心都市みたいな感じになっていけばいいかなって思ってるんですよね。なるほど。ここも熊本も近いですからね。熊本近いですね。熊本空港の方が近いので今1時間ちょっとで行けます。で中九州道がもう近い将来向こうとつながるので、そしたら多分1時間以内で、国際線のある熊本空港に行けるようになるかな。あと木原神社のこの向かいの元の造り酒屋さんかな、あそこもなんかもう手を入れるとか、そうですね、もう決まってるらしいですけど、あそこはどうなるんですか。どうなるでしょうね。頑張るしかないです。頑張るしかないですよね。でもアンネさんがするんですか。アンネさんもぜひ関わっていただければいいなって。でもね人に手伝ってもらうのにね常にボランティアなんてありえないですから、そこはなんとかいろいろね予算をつけていきながらみんなで楽しくなんかやっていけるようにできればいいなと思ってますし、僕の中ではここよりもっと大きいエキシビジョンとかができるような感じとか、劇場的な要素とかいろいろできればいいなって劇場、あと僕のねアトリエが今ちょっと散らばってるんですよね。なんか廃校の一室を使わせてもらってたりとか、
まあたまに大きいものを作るときには大分市内のその鉄工所のスペースを借りたりとか、まあいろいろやってるんですけど、まあ僕が作る作品の中で中間サイズぐらいまでのやつはこの木原内で作れるようにしたいなと思ってて、まあ、そのアトリエも木原神社のすぐ近くに構えたいなって思ってるんですけどね。はい、あそこギャラリーになるみたいなイメージですか？なんか人が滞在するとか？滞在もできればいいなと思ってます。特に母屋の方。宿で、母屋の方はまあ僕はそういうこともやればいいなって。あと農家レストランからそれに付属してるとか、はい。あとね、お酒造り昔やってた場所で、そこでお酒造りに関わってた地元の方、倉子さんって言われる方々が今4人来てらっしゃるんですよ。そうなんだ。だからまあそういう人たちにもちょっと関わってもらいながら、お酒を作る権利っていうのはね、藤井筋城にもう渡っちゃってるんで、あそこではそういうのは作れないんですけど、まあ、どぶろくだったらこれからどぶろく特区みたいな感じでなんかうまくやれば作れるかなと。だからそういう人たちも巻き込んで、まあ、そういうお酒作りでブランドをなんか立ち上げたりとか、そういうこともできたりすると面白いなと思ってるんですけどね。はい、藤井酒造がそうです権利を買ったわけですか？そうですね。はい。煙突がありましたね、レンガの。はい。あれ酒造りに関係があるんですかね？そうですね。なんか蒸したりとかいろいろする時のお米を蒸したりする。はいはいはい。僕はね、あの物件を手に入れるきっかけになったのが、そこの持ち主の人から、そのレンガ造りの煙突の補強が鉄でできてるんですけどね、あれがちょっと壊れちゃってて、このままずっと放置してたら、いつか崩れてて、崩れるかもしれないから危ないから、なんか修理とかってすること可能ですかって聞かれたのがきっかけなんですよ。で修理したんですか？してないです。なんかレンガの煙突とかでなんか鉄のでこうそうですね、囲ってあれしたのありますよね。崩れんようにね。ああいうのをしてくれんかっていう。そうです。だからできないことはないっていうことは言いましたけれど、やっぱり荷が重いじゃないですか、予算的にね。だからちょっと躊躇してたりとかしたら、いつの間にかあれだけじゃなくてもう全部っていう形に切り替わってですね、もっと大変になったんですけど、まあ、例えばレンガ造りの煙突だったらただ補強するだけじゃなくて、できればなんかこの地域を一望できる展望台みたいな感じになればいいなと思ってて、そういう作品で煙突が煙突としてだけじゃなくて一輪挿しになればいいな。あれが、でっかいですね。で豊ボタンっていうね銘柄のお酒を作ってたんですよ。その絵はね絵じゃない、その文字はね田野村筑伝が書いた書画の豊ボタンっていう文字なんですけど、だから今そのお酒作られてないんで、そのボタンの花をね、一輪あそこに刺そうかなと。まあこういうチタンのね素材で大きいやつをなんかこう作って刺したらいいなって勝手に思ってます。すぐ隣の松原公園もいいですしね。松原公園もね、万葉の句がね、読んでからなんて書いてるのかちょっと読みにくかったけど。そうですね、僕もちょっと完全には覚えてない。万葉の人たち、あれ何、この辺にいた人たちが読んだんですかね。来て読んだっていう。来て。誰が来たの？慶光天皇。慶光天皇の歌なの？じゃなかったですかね。そうなんですか。なんか慶光天皇が行空とか書いてましたよね。行空ってここの木原神社に来たってことなんですかね。来た記念碑がありましたけど。あとここの神社は由緒正しき神社の一つで、全国の八幡社の総本山が宇佐にあるじゃないですか、宇佐神宮。宇佐神宮がある時代、火事かなんかちょっと忘れちゃったんですけど、神様をそこに置いとけない時代があったんですよね。その時にその神様がここに来てた時代があるんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。そのぐらい重要な2番目に位の高い。そうなんですね。ここは八幡様なんですか？そうです。そしてそこのご神木の
木の枝が2年前に台風で折れちゃって6トンの、それの一部2トン強が僕のここのギャラリーの、駐車場のところに今置かれてる。あそこにこう枝分かれてる、あれはそれなんですか？それですね。あれご神木の木の枝ですね。それを使って、あれはこれからまた使ってなんか作品にしたいなと思ってます。もうアイデアあるんですか？アイデアはなんとなくあるんですけど、まだ手がつけられてないっていう状態ですけど。いや、あれどうやって持ってきたのかなと思って。あれはユニークで、だってもうどうにもならんもんね、人力じゃ。人力じゃどうにもならないですね。そうです。あと他にこうあそこのお酒屋さんの、あんまりこうあれもこれもって言ったら大変なことになるけど、まだだんだん他にももう予定があるんですか？他にも予定は今回ね、新たにそのアンネにもいろいろ案を出してもらったりとかしてね、またちょっといろいろ構想が膨らんできてますよね。アンネさんにもちょっと聞きますか、一言。聞きますか。アンネさんベルリン育ちで、で日本語もなんか5、6年東京とかにもいらして、そうですね。面白いなと思ったのが、もう高校の時に日本に来たいなと思って秋田県の高校時代にも留学してたらしいんですけど、秋田もいらして、東京にもいらして、でこう気張る、この可能性を気張る可能性ありますか？いや、全然あるでしょう。もう今すごい外見てたら結構びっくりしてて、なんかいつもなんか3週間目なんですね。今この滞在してですね。明日からまたちょっと東京に向かおうと思ってるんですけど、着いた時になんかいやあんまり人いないよとかって言われながら直美さんにね。どんどんいろんな人が毎日来ます。店開けてなくても訪ねてきてくれる。でちょうど今日はもうめちゃくちゃ車が駐車してるし、どんどん通ってますね。なので本当に二宮さんが言うと同じふうにやっぱり一箇所できたくらいでもうこんなに人が集まるんですね。でこれがだって空港がすぐ隣にあるわけでもないし、ちょっとやっぱりここまで来るのが時間かかるっていう、東京じゃないんですよね、ここは。でもそれでもすごい効果エフェクトですよね。で酒蔵はこれからちょっといろいろ様子見てね見ないといけないんですけど、そうやっておっしゃったように公園とか神社とか他にもいろんな家がいろんな人が住まれてて、仲いいコラボだったり、また外から人もしかしたらね増えたりするのであれば、また景色変えていけるのではないかと思うんですよね。なんか空き家をリノベーションしたり崩したり、ミックスですね。全体はこうしないといけないとか、そういう一般的な解決っていうよりは、ちょっとこう見ていく様子見ていきながら、多分昔ほどね人口も増えないでしょうね。ドイツもそんな感じですもんね。減ってるんですよね。でもそれもアクセプトしながら、またなんか新しいものを作ったらいいんじゃないですかね。と私は思うんですけど。僕は杵築市山鹿町にいるんですけど、ニュースでも人口つい何日か前もありましたよね、消滅自治体とか言って、でよく自治体がこう移住者を増やそうという努力をするっていうんですよ。もうあれはもうやめたらいいと僕は思うんですよ。もう移住なんか簡単できんよと。もう東京でいい給料もらってて、で家族もいて、それが田舎に仕事捨てて移住なんかもうするわけがないというか、たまにはいますよ。たまにはもう自然な生活したいとか言って、でだから移住してくださいじゃなくて、もう東京でお仕事してる人たちが家族連れでも一人でも
こう木原なんかにしばらく滞在すると、1年の間ちょいちょい来てっていうその時々こう来る人たちがいっぱい増えればいいし、それが現実的で、そうしてるうちにだんだんもうじゃあこっちに住むかっていう、10年後20年後とか、だからそういう意味でこう東京ので働いてる人たちが時々木原に来るっていう、木原に滞在1週間2週間みたいな可能性はありますかね。それは大丈夫でしょ、温泉あるから行きたいしいやだっていっぱいなんかいろいろ国立九十って国立公園ですよね。なんかすごい綺麗だし、あと桜が着いた時まだ桜も見れて、やっぱそういう自然な場所みんな認めるんじゃないですかね、そこになんか、私が思うにはやはりまた観光客、いろんな意味で引っ張られたらいいなっていう、なんか例えば、酒作ったり他にもなんか味噌とか何か作ったりして、それで人がなんかこう食べに来るとか、なんか自分で作ってみたいとかって持ってくるとか、またアート見たいからとか、自然が好きだからとか。もういろんなレイヤーで人を呼ぶっていうのは面白いんじゃないかなと思いますね。でもちろんどうですかね、ドイツの方でもコロナの後結構変わってきたんですからね、リモートワークができるようになってて、で多分日本の場合は地震とかもあるからいろいろ様子見てみないといけないですよね。だから東京も結構いっぱいいっぱいですよね。私ドイツベリン出身なんですけど、そこも結構いっぱいいっぱいになってきちゃって、であんまりもういっぱいいっぱい年がなってきちゃったらまた出ていかないといけなくなるんですよね。またはもういっぱいいっぱいだからもう嫌だってもう出たいっていう動きが今度また来るので、それは別にそれでいいと思うんですよね。やはり家族作ったら、やっぱり東京の都会の中でそれを、子供を育っていくのと、こういう場所で育っていくのと、多分もっと分かれるんじゃないですかね、いろんな人がいて。でもそうですね。それで東京あたりから、東京でもどこでも、そこから九十に観光で行くとかね、阿蘇山に行くじゃなくて、もうこれからはまだ阿蘇山にも行ってない人が直接木原に来て木原を観光してっていう時代になるんじゃないかなと、もうここになんか 2,3 日うろうろするだけで楽しいみたいな。で今アンネさんが言うみたいになんか味噌作るとか酒も作れるみたいなんで、もうここで楽しいっていう。であとはちょっとした仕掛けですよね。滞在もできるし、そういう体験もできるっていう。そうですね。結構いろんな人にナミさんに連れてくれたんですけど、本当にいろんな方々がいて、いろんなレノベーションしたりレストラン作ったり、結構びっくりするぐらいで、そういうもうちょっとここもあってあっちもあって木原もあって、でも本当に多分30分以内結構いろんな場所あるんですよね。びっくりするぐらいの。でその中で車は必要になってくるのがちょっと自分も都会人としては慣れてね、車買ったことなくてそこがちょっとね違うんですけど、やはりそうやってあそこになんかレノベーションされた蔵があってなんか面白い店だよとかね、例えば尾形さんみたいなお店とか、でそれも本当にもう全体的に普通に、地図に載せておけば、人が来た時にこういう場所もあるんだ、こういう場所もあるんだって、普通にもう3日とか結構いい、1週間でも何でもいいんですけど、いい旅行になると思うんですよね。で結局みんな新しい場所に行ってみたいなっていうのは結構人間はそうですよね。好奇心があって、で発展していくものを見るのもワクワクするしですよね。
俺も話していいですか。いや、ありがとうございます。いや、素晴らしい。水が流れてるのここかな。あ、そうですそうです。この水は農業用水で、これの行き着く先っていうのは、浅路の方にも行くんですけど、途中で分岐して、例えば竹田市の城下町の竹田駅の上から滝みたいなのあるね。滝の水がこれです。あ、そうなんや。はい。駅の裏にこう。そうですそうです。断崖絶壁みたいなところにあるね。そうですそうです。あの水はこの水で。そうだったんだ。はい。僕去年財布そこ落としてしまって、そこまで探しに行ったけど見つからない。滝のとこでこうさ。いやでもそこまで本当全部探したんですけどくまなくね。あらまあ。はい。誰かの足しになってるんじゃないかなと。いや、この水がすごい。竹田は水の町だなっていう。そうですね。だからここのお店で提供しているドリンクとか、料理とかに使ったりする水っていうのは全部竹田市内で湧水を汲んできてそれを使ったりしてますし、それからできるねお米とか野菜とかもすごく新鮮で、生産者の顔も分かりますからね、すごく美味しいものがね、ぶどうを作ってらっしゃる高倉さんなんてもうすっごく美味しいぶどうですか。ぶどうですね。マイナリーを竹田市内で、はい、そうそう、とても美味しいんでぜひ皆さんご購入よろしくお願いします。はい。いや本当。あとは村づくりの他のなんか思いというかとにかくさっきの話からいくとですね、僕は多拠点でいいと思ってるんですよね。移住じゃなくて、はい。別に竹田市民になる必要は正直、税金を落としてくれるっていう意味ではありがたいですけど。でもそうじゃなくても観光に来たりしてもすごくお金が落としてもらえる、宿泊とかそういう飲食店に行くのもそうですし、だから多拠点でとにかく関係人口をどんどん増やしていって、でやっぱり竹田市民じゃなくて地球人だっていうことでもうなんかみんな仲良しっていう状態を作っていくと、どこに行ってもお帰りって言ってもらえて、でなんかの時にはこうサポートしてもらえる、震災の時とかにはこっちに迎えて、で避難させることもできるし、とにかく関係人口を増やしていって、で村がどんどん広がっていくっていうような感じになるといいんじゃないかな。で先ほどおっしゃってたように一時滞在して気に入ったら住むっていう形でいいんじゃないかなって思うんですけどね。はい。それ同感です。はい。なるほど。ですね。じゃあそんな感じですかね。あとはそうですね。なんか僕らここ自体もまだ充実させるんでしょ。やっぱりもうね、いろいろちょっとやらないといけないなっていうところはたくさんまだありますから、はい。まだ手つかずの部屋とかもこの敷地内にもありますし、そういうところもやり替えていきたいなと思うし、あとはね、いろんなことをやりながらよりたくさんの人を雇用できるような仕組みとかもなんか作っていけるといいかなっていうふうに思ってますけどね。でまだね、学生とかそういう子たちが一旦東京とか都会に出てもやっぱり地方良かったよねみたいな感じでふるさとの方に戻ってきてくれて、その人たちと世代を超えて次の世代にバトンタッチできるようななんか取り組みっていうのをやれたらいいなと思いますけどね。はい、人で人間誰が上で誰が下とかないけど、ないけどやっぱりね、岡山がここ5年前か、この家はちょっと手出さん方がいいぞと思ったというシロアリがいっぱい食ったようなところをこういうふうにできたわけで、でこの空間を素敵だなと、いいねって思う人はもう多い、ほとんどの人が素敵だなって思うと思うけど、やっぱりそのボロ小屋をボロな家をここまで作れる人っていうのはやっぱ少ない。もうこんなのどうしようもないって思う人がどうしても、多いと思うんで、やっぱりそれはアーティストがっていうか森君とかが、やっぱり実際こうなりますよっていうのを見せていったら、ならできるなと、これがないのにここを作った
ことがすごいんですけど、これがあるとじゃあできるかもっていうね、そういう意味ではまあ役割があるっていうか、そうですね、まあ優れたアーティストがというよりやっぱ優れたアーティストじゃないとできないことはあるなって思うんですけどね。だから政治家の人たちもとかなんか力を持ってる人も、なんかこんなんしてくれたらいいとか思うかもしれないけど、こう具体的にはできないわけだから。であと言葉はどうでもいいけど実際やってることはプロデュースでありディレクションですよね。そうかもしれないですね、だからないところにここを村作ろうとか、村の前にこのスペースを、みんなが寄れるところお茶も飲めてギャラリーもあってっていう、まあプロデュースですよね、した時にお茶が飲めてギャラリーがあればいいわけじゃないんですよ。そうですね、これから、その時にものすごくディレクションが大切で、ここはこの板じゃねえといけんとか、ここはこの土壁じゃないととか、ここはこの板をってもう一枚一枚が選んでこうやってるわけで、そこの階段とかでももっとこう能率よくすればパンパンとも既製のものを買ってすればいいのを、古いなんか昔が使ってた木とかをこれは生かしたいねとか、その一つ一つがディレクションだから、それができる人がいないですよ現実はね。だからそれを森君とか優秀なアーティストじゃないとやっぱできないんで、それをお手本をこれから見せていってもらうことが大切だなと思います。優秀かどうかは分からないですけど、やっぱりアーティストはアーティストにしかできない発想っていうのはやっぱりあるので、そういう意味でも本当にね、村ができるぐらいどんどん移住者を増やしていくことができれば、その可能性はもっと広がるんじゃないかなって思いますけどね。で別府市とかはね、市を挙げて本当に10年間で1200人ですかね、アーティストを移住させることを、ね、公約で挙げてますけど、まあ竹田市はちょっとそういう公約を挙げてくれるような人たちはいらっしゃらないでしょうけど、住んでる自分たちがね、ここの良さっていうのはよく知ってるので、その魅力をうまく仲間に伝えていけば、今回のアンネさんみたいな感じで本当来てくれて、あわよくば気に入ってくれて、移住先の候補に挙げてくれるかもしれないですけどね。そうやってとにかくコネクションを作っていく。もうギャラリーの名前がコネクトプラスなので、つながりから新しい何かが生まれるっていう、そういう意味で作ったギャラリーなので、関係人口をたくさん増やします。まだまだ聞きたいことあるんですけど、あとは時間がだいぶねあれなんで、僕らばっかり話しても、そうですね。質問を受け付けて終わりと思いますけど、何でもこの機会にあれば。どなたかこれを機に聞いてみたいとか森さんの指名でもいいですけど。ありましたら。松田さん。松田さん。ここが、僕が最初にこうキバル森さんに教えていただいてきた時はまだここもまだできてなくて、作り始めて途中だったんですけど、本当にできるのかなっていうぐらいこの状況とはもうかけ離れた状況だったのが本当に実現してしまって、でそしてここにこんだけ今人が集まってるっていう状況が本当にすごいなっていう思いまして、それってこうなかなかこう時点はこのキバルっていう時期に多分森さんと2人ぐらいの状況で、そこから0から1で1をきちんと成立させてしまうっていう、そのパワーがすごいなと思って、多分ここまで来たら今見て、ひょっとしたら次の可能性がっていうのは僕らにもなんかそれを予感させると僕らになってる、その01がすごいなっていう、そのパワーでとかそれでどっから来てるのかなっていうのはちょっと興味が。どっから来てるんですか。どっから来てるんですかね。好きなことをやってるからでしょうね。別にこれ仕事としてやってるわけじゃないので、別に今日疲れたからやめようとか、
そういう判断も自分でできますしね、はい、自分のメンタル的に無理なく動いてたら0から1できるから、0から1作るっていうのはね、僕が普段から彫刻作品作る時にもやってることで、それはもう自然に、発想も含めても湯水のように常に出てくるんで、途切れることなく、だからなんか、昔からの訓練でも20年以上作家活動していると自然とそういう力は身についてるのかなって気がしますけどね。だから他の人から見て特別かもしれないですけど、僕自身は全然特別なことをやってるような感じはなくて、多分誰でもできることをやってるんだろうなっていう感覚ですね。じゃあもう一個いいですか。はい、いいです。そしたら多分その何でもかんでも上手をやってるわけではなくて、多分その、こう気張るに、を位置にするっていうか、その拠点っていうか、そのなんかこう森さんってこうなんかさっきの現実にリアルな状況を見てそこになったっていうか、なんかこう気張るはどこ他とも違った武田の中でここだったりとかあったと思うんですけど、それってなんか感じたものってなんか気張る感じた何か。実はね、キバルってね、本当に縁もゆかりもなくて親戚がいるわけでもないですし、友達がいたりしたわけでもなかったんですよ。ただたまたま僕が出身が熊本で、武田に移住する前は、別府市に住んでたんですね、一軒家借りて。で別にキバルをキバルを目指してこようと思ってたわけじゃなくて、他にもアトリエ候補みたいな、そういう物件をいろんなとこ国崎とかそっちの方とかも含めて、なんかいろんなところをこう見て回ってた時に、たまたまご紹介でここの持ち主の人とつないでくださった方がいらっしゃって、それでこの物件を見た時に初めてこの場所の良さっていうのを感じたんですよ。でこの地下空間のね、石垣と、あとはカフェの方に入られてなければカフェの方後で行かれるといいと思うんですけど、窓際から見える景色と夕方見ることができる綺麗な夕日、それ見た時にここは何か可能性があるなっていうふうに感じたんですよね。あとやっぱりその持ち主の人もすごくいい方で、若い人たちに継承してもらって、なんか明るい未来をなんか築き上げてほしいっていうふうに、そういう思いがあったので、とても好条件で譲っていただいたんですよ。だからね、そういう本当一個の点が生まれて、でここをやって初めて他のところも見え出して、で周りの人たちも見つけてくれるようになって、なんか01が1から10になろうとしているような感じですけどね。今みたいなので答えになってましたかね。いいですか。大丈夫ですかね。松田さん建築家なんですけど、やっぱり何年か前に見た時は岡山と一緒で、ここはちょっと難しいかなって。単純に相当なエネルギー量が必要なっていうところは見た時時点では相当に感じましたね。でもなんかこうそこにここの場所の良さっていうのはすでに発見はされてたんですけど、でもいろんな場所の中でここに何がこういうのがそうですね。ありがとうございます。とても鋭い質問だと思いました。で、コメントなんですけど、私竹田の逆側に住んでて、扇町っていうところで最近ちょっと大分市内に行く要件があって、ここに10分か15分ぐらい立ち寄って、なんかできることないかなと思って草をむしってで、あれがないんです。車が壊れてて時間見れない時があって、その時に作業をして15分過ぎたでしょうねって思って、どこかで時間を見た時に3時間つまり疲れないんです。
だから建築家として、あと森さんの感覚として、うちで15分で私も昼寝したくなるんですけど疲れないんです、場所が。でそれに2日目にはちゃんと時計持ってきました。その時はやはり2時間もう帰らないといけないからやめたんです。でも疲れてないんです。で、それが科学的になぜかって考えた時に水が回ってるんです、ここら辺に。そうすると科学的、私オカルティック的なこと嫌いなので考えるとマイナスイオンなので体がこう楽になってくるんです。それもあるかもしれないですね、このエネルギーが。一応そういうことを覚えてみると感じたので、たまたま時計がなくて。いや、すごいです。15分が3時間ですよ。小木町も水が流れてますけどね、上は、大地の上は。全然違います。そうですか。多分ね、地理的な魅力もあると思うんですよね。やっぱりここって集落がね、尾根沿いにできてる集落なので、どっち側もこう下がっていて、景色がすごく綺麗なんですよね。で、朝日がちょうど神社のね、向こうから登るのも見れるし、夕日もこっちに沈むのが見れる。はい、風通しもいい。気品があるんです。気品。ちょっと何かすると、はい。こうあそこにしたい、あそこにしたいってこう。ああ。多分始めたら楽だと思います。なるほど。進むと思います。エリカさんの能力もあってのことかもしれないですよね。本当にね。気品があるっておっしゃってます。気品です。多分前の方たちが積み重ねたものがあるので、引っ張られ楽なんです。磁力というかね、磁場、土地の持った力みたいなですよね。あると。ちょっと大げさですけど。いやいや、それでもすごいです。はい。なんか他に何でも。じゃあ最後、地元の方は他にいらっしゃいますか？キバルの方は。キバルは今日はいらっしゃらないんじゃないですかね。東子さんなんかありますか？私はずっとお話を伺ってて、いやそれはやっぱりキバルが森さんを呼んだなって思いました。ありがとうございます。でやっぱり作家として作品を作るだけではなくて、はい、この場所を作ったり、やっぱそれは作家活動の中で育ったものかも重いかもしれないですけど、そのコネクトプラスという名前に込められたように、はい、場所と人とか人と人とか、はい、作品と人とかをつなぐ場としてこけら落としの時から私はお邪魔してますけど、すごくいつ来ても、はい、新しいその作品と新しい出会いがあって、はい、それはでも本当に森さんがここに呼び寄せられて、はい、もう舞い降りたような気持ちがします。本当にその素晴らしい場所を作ってくださったなと思って、そうですね。楽しみに訪れたいところです。いや、ありがとうございます。僕自身も器みたいな感じですしね。で、作品も器みたいな感じじゃないか。はい、そこに何かが入り込んできてね。流れ込む感じ。はい、流れ込む感じということで。はい。他ございますか？コメントでもいいですけど、感想。お若い方、お若いんですか？若いんですか？お若い方。建築の学生さん。あ、そうですか。じゃあ建築の学生さん。お二人とも？じゃあ学生さん感想お願いします。ここに来られたのも何度もあるんですか？僕は素晴らしいとか言ってるんですけど、いやでもねえよっていう。そうでもないよ。そうでもない内容意見もあっても全然いいですよ。はい。勉強させていただきたい。自分建築学んでるんですけど、やっぱり今すごいコミュニティっていうのをすごい感じて、この建物一つでこんなにすごいコミュニティとか人とか地域とかを変えられることができる
のを今日初めて肌で感じたのですごい感動しました。感動したんや。はい、ありがとうございます。じゃあ女性建築学んでらっしゃるの？まだ学びなんかそこまで深いところまでは聞けてないんですけど、なんかこの場所が昔どうだったかがちょっとわからないんですけど、話を聞く限りなんか全然今の状態とかけ離れてたっていう感じだったので、なんかそういう姿を全く新しいものに変えれるっていう、そういう力がすごいなと思います。ありがとうございます。すいません、ちょっと、マイクなくても聞こえるけど、なんかここの建物の話ばっかりで全然作品の話は今回この2階というか、この1階の、そちらの後ろに、森さんたちの後ろにある作品を、見ていて、金属に熱を当てるとそういうちょっと色が変わるじゃないですか。それでこの右から2番目のなんかは、その熱を当てた感じなんですけど、その左隣はめっちゃカラフルにパキッとしてるんですけど、これはどうなってるんですか？まずこの熱変化の方法なんですけど、チタンにはまあ大きく分けてると塗装以外のやり方では3つぐらいあって、大気発色っていう、要は火とか熱を加えて発色させる方法、これはその方法ですね。でそれ以外に向こうの、土壁のところとか和紙の壁のところとかにあるちょっと質感が違う綺麗に色が出てるピンク色とか、ああいうのはね、陽極電気法っていう電解液の中にチタンをつけて、でプラスの方にその色を変えたい、電極をつないだ状態で発色させる方法なんですね。でそれとあと1個は真空蒸着法って言って、チタンをだから真空状態の中に入れて、そこに揮発させたチタンを回せた状態で、だからチタンの上にチタンの粉がこうくっつくっていう、メッキみたいな方法ですよね。そういう方法で色を変える方法があるんですよ。で例えばこういうやつっていうのは基本的になんでこういう色が見えてるかっていうと、酸化皮膜の厚みで色変化が起こってるんですよね。だから、もちろんだから塗装じゃなくて、その皮膜によって光の反射する角度が変わってこういう色が出てるんですよ。でなんでその中でこういうふうにパキッて分かれてるかというと、それは僕の技術的な部分でいろいろ実験を繰り返しながら、こういうふうにするとムラのない、それこそ工業的なピシッとした色が出るよとか、逆にこういうふうにするとじわじわ変化したようなグラデーションが作れるよとか、そういうのをやりながら感覚を覚えていって、それをうまく利用しながら作品に、しています。実験好きで、そうですね、実験好きで中学校の時はノーベル化学賞を目指してる今ちょっと程遠い、あるとすればなんだろう、ノーベル平和賞とかそっちの方ですね。平和利用です。平和利用で、そうですね。だから本当、向こうのでパステル調の紫とかあって、なんか色をこう塗装したみたいな感じだけど、全然塗装じゃないんですよね。全部これは塗装ではないんですよね。金属が持ってる性質ですね。だから僕は基本的に彫刻作品を作るときは、金属彫刻とかもそれ以外の木とかそういうのも、そのものが持ってる色っていうのを、特徴っていうのを生かした作品を作りたいって思ってたんで、あまり綺麗な色、こういうカラフルな色っていうのは今までなかったんですけど、5年前からチタンを取り入れたことによって、その中にも本当こういう色鮮やかな作品が生まれ出したんで、
私の中で塗装疑惑がありました。あ、本当ですか。あまりに一切塗装はしてない。一切塗装してないです。だからもともとはこういうもうシルバー、まあこれも結局もともとはこの状態じゃなくて、さらに素地の状態の本当マットなシルバーだったのをまずは磨き上げるところからスタートして、ただね、こう硬いし本当に丈夫なのでね、刃の消耗も激しいですし、溶接とか、まあ、地下空間も溶接したやつとかありますけど、溶接とかもね大変ですしね、いろいろ大変な部分はあるんですけど、その分なんか深みが出て、角度によって塗ってるわけじゃないんで、本当角度によって光の屈折も変わって、同じ紫とかでもなんか紫が全然違う色に見えたりとかするので、そういう狙った部分と本当に偶然起こる部分とどっちも作品の中に入ってきていいなって思ってますけどね。はい、なんか見たことのない色味っていうか。そうですね。はい。で特にやっぱり彫刻でチタンを使ってる人はそうそういないので、まあ、ゆくゆくはね屋外彫刻とかもたくさんこういう素材で作っていきたいと思ってるんですよね。やっぱりね戦闘機とかの軍事利用ではなくて、やっぱり日本人らしく、まあ、日本人らしくじゃないな、人間らしく、はい、平和的利用でたくさん僕が亡くなった後も残るような、はい、感じにしていきたいなって思ってますけど。ありがとうございます。はい、で最後ないですかね。何でも。はい。僕は佐藤と言います。森さんの作品の話とこの場の話を聞いてて僕思ったんですけども、僕は森さんの協力を得て尼崎で少し作品の活動をさせていただいてまして、で僕は森さんに、僕は今詩人をしてるんですけど、詩人にしていただいたんじゃないかと思っています。で森さん何がすごいかなっていうと、人の心に火をつけてくれるかなっていうふうに思ってまして、作品もそうなんですけども、そういうふうにしてくれているようなのが今日のトークでも僕伝わってきました。でこの場なんですけど、この場を作ってるのはじゃあ森さんかというと、僕は実は森さんというよりか直美さんの存在がすごく大きいなというふうに思ってまして、やっぱり直美さんがいらっしゃって森さんがいてここがあってというようなところがあるので、やっぱりその中で森さんは直美さんの心に火をつけてらっしゃるんだと思うし、なんかそういうことが多分きっと何かが関わっていくというか、どうしてもテーマとして、僕はあんまり嫌いな言葉なんだけど、関係人口とか経済とかを回すって話をどうしてもこういう時に、それなしで話すとすごくお花畑だよねって言われるのが嫌だから、そういうふうに言ってしまうんだけど、実は何が一番大切かっていうと、そこのスタートをちゃんと、感じることができる。でここの建物に入った時にお金のことを考えて見てると、これはもう近寄らない方がいいなっていうのは多分正解なんだけど、多分そこで何かきっと感じるものが森さんがあって、そうかもしれないけどやれるよって思うんだと思うんですよね。なんかそういうことを思って、それを人に伝えて、で無限化してこういうふうに見せてくれる。で僕今尼崎で森さんも手伝っていただいているのは、流れた橋が水害で流れた橋がスクラップになっていて、その橋を元に彫刻を作っていただいてるんですけど、スクラップの橋なんてこんなのスクラップして捨てるだけじゃないかっていうのが普通の人の考え方だけど、森さんに相談したら「それいいです」ってすぐ言ってくれるんですよね。でそういうことが本気で言えるかどうかっていうのは多分その人のキャラクターだと思うし、なんかそれをできるかもしれないよねって言ってくれるのか、本気でそう言ってくれるのかが全然違って、それが本気で言える方が森さんで、そこを分かっている直美さんがいるので、多分今日みたいな日がやってきてるんだなというふうに僕なりに思っています。佐藤さんの両親が住んでるのが尼崎の川沿いに家があって、で佐藤さん自身もあそこで生活したことあるのかな。直接はないかな。で尼崎そういう縁があって思い入れがあるので、でもう大水害でやられて、
でもうねじ曲がった鉄の橋梁っていうかね、あれがあって、でそれなんとかできんかなっつんで森さんに頼んだ佐藤さんもすげえなと思ってやっぱそれにこう応じてその鉄を橋だった鉄をね加工して作品化して武田のあそこに展示してたの。武田もだし、山口県とかあと北九州市とか熊本県とかいろんなところに展示はしたことはありますね。はい、やっぱり橋がかかってた時にはね、橋が動くことができない、旅することができなかった状態が作品になったことによっていろんなところに流れ着くことができるようになったので、そういう言い方するそういうロマンチックなるほどね、はい、じーっとしてたのが、だからちゃんとねその起こったことを伝えるだけじゃなくて、その行き着いた先の未来を明るく照らしてくれるとか、なんかこうそこで頑張る人たちを優しく見守ってくれるような存在になってほしいなと思ってああいう石ころのような作品を作ってるんです。じゃあそうか、もうあそこでずっともういるしかなかったと思われる橋に旅をさせた。そうですね。ですね。はい。アーティストすごいな。いや別にそんなあれじゃないですけど、ね。他ありませんか。はい。全部チタンなのに下に一つだけ木で彫ってるのがありますよね。はい。あれはどこの木なんですか。あれはね、長湯に生えていた栗の木なんですけど、栗だったら腐りにくいんですよね。腐りにくいですし、シロアリとかも嫌いなので床下とかに材として使ったらすごくいい木なんですけど、たまたま譲っていただいて、はい、でその形状がですね、やっぱりシロアリが好きじゃないと言っても好きな虫はいるので、はい、虫食い穴があったりとか、あとは僕が手に入れた時にはそこに置かれてたのが外だったんですけどね、枯れ葉とかをたくさん集めて、で焚き火燃やす時のストッパーですよね、ブロックとかの代わりみたいな感じで使われてたんですよ。片面だけすごく焼けてしまって、でそれによって普通に自然乾燥しただけじゃできないようなひびがそっちの面だけ入ってて、だからあれがなんでああいう形に仕上がったかっていうと、さっき一番初めに言った虫がこう柔らかいところを食っていったその後をたどっていった結果と、あとは自然乾燥でできたクラックを頼りにそこを掘り上げていったのと、あと強制的に乾燥させられてしまった不思議な割れ方をしたクラックを掘り進めていった、その結果生まれた形があるんです、はい、だから僕の要素をなるべくそぎ落とした状態で木が持ってる記憶っていうものを頼りに作り上げたのが作品です、はい、でそれがたまたま武田の材だったので、今回ちょっと展示させてもらったっていう、はい、でここのシロアリはもういなくなったですね、基本的にね、古民家だったらね、おそらくね、ゼロじゃないんじゃないかなって駆除した思って、駆除とかはね、してないです。ここをね、関わってくれた人とかが、やっぱり、なんだろう、そういう、ね、防虫剤とか、そういった薬品とかっていうのは、やっぱり虫だけじゃなくて人間にも悪いから、そうじゃなくて、そういう虫とかが住みたくないような環境を作ってあげるっていう方が大切だよっていうふうに言われて、それで、確かにそうだなっていうふうに思ったんで、なるべく昔のその風通しが悪いところを風通しよくするとか、いろいろそういうなんかこう試行錯誤しながら、なるべくなんかこう腐りにくいような状態というか、湿気をこもらせないような状況を、たくさん作っていってっていうことをやっていきましたね。それでも虫食いとかができた時には日本建築って基本的に差し替える技術があるので、それを参考にしながらやるのがいいかなっていうふうに思ってますし、
あとは僕は金属使うんで金属に付け替えて、そういうのもアクセントとして使えばいいかなって思ってます。はい。すごい楽しかったです。ありがとうございます。他ございませんか。じゃあ、購入する人の視点からの質問なんですけど、私が購入するっていうことじゃないんですけど、一番最低温度、そのチタンが色が変わっていくんですよね、温度によって。で、その中で一番高い温度は何色ですか？ですね、この中で言ったらね、緑ですね。で、一番低い温度は？低い温度は変わってない部分で、その次がね、このぐらいですね。ゴールドっぽいのが。それは何度ですか？何度って言われると難しいですけどね。要は結局熱が加わった時間も関係してくれるんで、どのくらいの時間、厚みと時間も関係してくるので、ただその当て続けてるものが出せる温度っていうのは300度ぐらいだったんですけど、ただそれを重ねることによってね、700度ぐらいまで上げて、要は素焼きができるぐらいまで重ねてて、この緑が出るまでになるとだんだん色も変化していって見えるんですけど、緑とかになってくるとね、色がねどうなってるか分かんないぐらいまで真っ赤になってる状態になるんですよね。はい、だからそこの調節はね結構難しくて、はい、そうそう、だからよくね高級なバイクのチタンマフラーみたいなの、ああいうのとかはなんかこうバーンとかでこう炙ったりとかして、なんか青い色ぐらいまで出してたりするじゃないですか。その先ってあんまないんですよね。その先がピンク色みたいなのだったりとか、鮮やかな黄色みたいなのとかピンク色とかこういう緑とか、そういった部分。すみません、なんかとても素人の質問でした。普通の状態で変色するっていうことは絶対ないですね。そうですね、この酸化皮膜がすごく強いので、大気発色の場合はそれがじゃあこう自然光にずっと照らしてたからって言って色変化するかって言ったら、油絵の具みたいな結果とかはしないですね。他いいですか？これじゃあ、まだ森さんいるから、もし質問がある人はまたこの後で。じゃあ最後にね、僕の元の生徒なんですけど、古庄さんがのおじいさんが木原神社の神主さん。で、お母さんがだからここの木原神社の宮司の娘さん。娘さんですね。で、だからここがふるさとなんで、ふるさとがこういうふうにちょっとなんか変わりそうな感じなんで、一言だけいい迷惑こういういろいろ手を加えないでほしいのか、良かったのか、それだけちょっと。お母さんどうですかね、良かったですかね。良かったですか、森。すいません、ご紹介いただいて、今日ちょっとこのすぐ裏にお墓があるんですけど、もううちの母、私の祖父母が住んでいた家はもう手放して、木原に帰ってくるのはお墓参りの時だけだったんですよ。で、そうこうしているとコネクトプラスさんがここにできたっていうので、母と初めてお邪魔した時に、まさか木原にこんなおしゃれなカフェができるなんてってすごい感激しまして、でそんなおしゃれとか言うほど、いやもう私から考えたらもうびっくりするぐらいで、きっとイベントのある時に人が皆さん集まるのかなと思ってたんですけど、なんか3周年なんですか。3周年じゃなくて2周年なんです。2周年、3年目のスタート。3年目のスタートっていうことで、
で今日さらにまたこれからのすごいこう未来のお話が聞けてとてもなんか嬉しくなってもちろん森さんの作品のその未来に対するその思いとかとこの場所の未来っていうのが重なって本当に今日感動しました。ありがとうございます。すいません、なんかご紹介いただいて母もとても喜んでおります。もうお母さんのもうそれは通訳したのね。はい、じゃあありがとうございます。じゃあもうこれですいません、長くなったんでしょ。相当。じゃあ終わります。はい。いいですか。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ最後に締めてください。はい。今日はありがとうございました。